君はアドル・クリスティンを知っているか？アドル・クリスティン、16歳の時に故郷を旅立ってから晩年に至るまで生涯のすべてを冒険に捧げた希代の冒険家である。これより綴られるのは彼が後世に残した100余冊にも及ぶ冒険日誌の一つ、フェルガナ冒険記に収められた記録である。前方に広がるシエナ湾からかすかに潮の香りの混じった風が吹き寄せてくる。それは僕たちの疲れを癒し、心地の良い開放感を与えてくれた。故郷を旅立ってから3年、僕は19歳となり、元盗賊で相棒のドギと連れ立っている。彼とは以前ある冒険の中で助けられて以来の仲だ。すっかり意気投合し、共に旅を始めてから2年余りが経つ。3ヶ月ほど前、諸国を渡り歩く大将の一団からある地方を襲った異変について聞いた。その地方では原因のはっきりしない異常気象や病気により、周辺の穀物や作物の凶作が続いているそうだ。また昔から圧政を敷いてきた領主が不穏な動きを見せているとの噂もあるらしい。いつになく深刻な顔をしたドギから話を切り出されたのはその日の夜のことだった。彼は噂の地フェルガナ地方のレドモントが自らの生まれ育った町であること、そして8年ほど前に町を飛び出したきり一度も帰っていないことを打ち明けてくれた。ドギは続けて何かを言おうとしたが、僕はそれを制止すると一度だけうなずいてみせた。その瞬間、僕たちの次の目的地が決まったのだった。シエナ湾をしばらく眺めた後、僕たちは港を目指して海沿いを歩いた。日も高くなった頃、道の前方からやってくる滅馬車の一団と出くわした。彼らは各地を放浪している民族で、その占いはよく当たると評判だった。ドギの提案でフェルガナの異変の元凶について占ってもらうことにした。占い師の女性が水晶玉に両手をかざし、精神を集中させる。すると何かを見たようだが、水晶玉が音を立てて砕け散り、そのまま気を失った。彼女は手当てを受けてほどなく意識を取り戻したが、何一つ語ろうとはしなかった。見たものを口にすることはできない。口にすると災いが降りかかるから。仲間の男性が代弁すると、フェルガナへ向かうのはやめた方がいいと忠告してくるのだった。だが僕は首を横に振った。たとえ困難が待ち受けていようと冒険を諦めるつもりはない。そんな僕を見てドギは顔をほころばせ、互いに決意を新たにするのだった。翌朝には船出し、夕方になると僕たちの乗った小舟はフェルガナの沖合に随分近づいていた。僕には確かな予感があった。それは束の間の印象ではなく、時が経つにつれてますますはっきりと輪郭を帯びていく。何かが待ち受けているというほとんど威嚇的ともいえる雰囲気がフェルガナの地全体から押し寄せてきていた。上陸が近いことを告げ、改めて力を込めて船を漕ぐドギ。僕はまとわりつくような予感を振り払うと、貝を握る手に力を込めた。それが新しい冒険の始まりだった。
イースフェルガナの誓い2023年発売。予約受付中。ファルコン